1941年1月8日、陸軍大臣東條英機は陸軍第1号の中で、生きて領袖の恥ずかしめを受けずの一文を入れました。軍人の行動規範を示した戦陣での訓戒は、軍人はもとより多くの日本人の目に留まりました。東條英機で有名なこの言葉の原型は、日清戦争の第一軍司令官山縣有朋の訓令にあります。なぜ東條の訓示が生まれたのか、山縣の時代から日本国民は何を見てきたのか、東條や当時の日本人が経験した時代をたどってみます。日本人は近代初の対外戦争、日清戦争を経験します。戦闘は海上、陸上で行われ、猛攻で快進撃を続ける陸軍は清国軍が退いた陣で、日本の歴史では見たことのない無残な姿となった日本人の遺体を目にします。フランス・フィガロ紙の記者カレスコーがどのように損壊されていたか記しています。同じくフランス国際法学者フォーシーユも、清国軍を卑怯で残酷極まりない軍隊として彼らが何をしたのか書き残していますが、不快な内容ですのでここでは避けます。無残に残された遺体に衝撃を受けた山縣は、開戦から3週間も経たない1894年8月13日、訓令を出します。敵国側の不慮の扱いは極めて残忍の生を有す。決して敵の接近するところとなるべからず、むしろ潔く一矢を遂げ、もって日本男児の気性を示し、その名誉を全うせよ。これが東條の戦訓の原型になります。日清戦争終結後、先ほども出た国際法学者フォーシーユは日本を評して、敵が国際法の原則を無視しても、自らはこれを尊重したと賛辞を送っています。捕虜の扱いについても、常に慈悲をもって捕虜を待遇し、敵の傷病者を見ればすべてに救護を施したと書かれています。国際法を守って戦った日本は、日本兵捕虜に対する残酷な行為が判明した40名だけ刑に処し、1790名の清国軍捕虜を寛大な処遇で送り返しました。一方、清から引き渡された日本の捕虜はわずか11名。そのうち10名は軍夫で、日本兵捕虜はたった1名。戦争中の日本人捕虜の実数は分かりませんが、解放された11名以外は、生きたまま身体を損壊され、市中を引き回された後、無残な最後を迎えています。近代日本初の対外戦争は、敵であっても死者に敬意を払う日本人と、捕虜や遺体を傷つける大陸の戦争習慣の違いを思い知るものでもありました。1899年、明治32年、帝政ロシアの呼びかけにより、オランダ・ハーグで万国平和会議が開催されました。ここで戦争のルール、ハーグ陸戦条約が結ばれ、この条約後初の戦争が日露戦争となります。1900年に起こった義和団事件で混乱に乗じたロシアは満州を占領。モラルを欠いた軍事行動、武力を背景にした強引な南下政策を進めるロシアに、日本は国家の存亡をかけた戦いを挑みました。日本は持てるすべてを出すことで日露戦争の勝者となりました。戦場では約2000名の日本兵がロシアの捕虜となっていました。万国平和会議を呼びかけた帝政ロシアは、日本兵捕虜をハーグ陸戦条約にのっとって処遇し、戦後日露双方は捕虜を送り返しています。帝政ロシアは捕虜の扱いに限って言えば紳士的な国家でした。二項事件。1920年、アムール川河口ニコラエフスクには多くの白系ロシア人が居住し、
海産物交易に従事する日本人と、それに伴い商店や大工、金物店を営む日本人居留民がロシア人と生活をしていました。2月、この土地にロシア帝国内で急拡大した共産ゲリラ、赤軍パルチザンが現れ、ニコラエフスクの明け渡しを求めます。ロシア帝国とソ連の争いに中立を保った日本は、白系ロシア人が赤軍は約束を守らないというアドバイスを抑え、住民・居留民の生命と財産の安全を条件に、パルチザンのニコラエフスク入城を承諾しました。入城後、白系ロシア人の懸念は現実となり、約束を履行しないパルチザンは、裕福な白系ロシア人の財産を没収、目をつけた住民の投獄を始めました。日本駐留守備隊は何度も合意遵守を求めましたが、パルチザンはそれには応じず、守備隊の武装解除を迫ってきました。約束を履行しない、信用できない相手に武器は渡せないと、パルチザンとの間に3月12日、戦闘が始まります。ここから日本人に対する蛮行が始まります。日本人は居留民、領事一家、駐留守備隊ほぼすべての731名が犠牲になりました。二項事件のロシア人証言に、パルチザンは平和的な日本人居留民の家に押し入り、金目のものを要求した後、彼らの命をとあり、住民と友好的な関係を築いていた無防備な日本人の命が奪われました。その状況をユダヤ系ロシア人ジャーナリストグートマンが伝えています。残酷な獣の手で見つけ出された不幸な婦人に降りかかった災難についてはで始まる文章で、日本人女性や子供まで犠牲になった悲惨な最後が書かれています。戦争以外、兵隊以外、無抵抗な一般人でも山形の言う接近するところとなれば、むごい扱いを受けると日本人は知りました。少し脱線しますが、この時日本人はニコライフスクにいた戦闘と関係のない中華民国海軍艦隊に助けを求めますが、彼らは方向を日本人に向け砲弾を撃ち込んでいます。通州事件。義和団事件で外国人居留民が襲われたことから、日本は北京議定書に従い、北京と天津に居留民保護の駐屯軍を設置していました。1935年、大陸の治安は大いに乱れ、その状況を憂いた早稲田大学で学んだ中華民国の政治家、殷徐光は治安維持、地方維持のため、通州を含むエリアに紀東防共自治政府を成立させました。日本は自治政府に協力して保安隊に武器を提供し、訓練をして彼らを信用していました。1937年、昭和12年7月7日、盧溝橋事件が勃発。通州を守備していた日本軍第2連隊は、留守中の守備を自治政府の保安隊に任せ、北京南部に出動していきました。7月29日、通州の守備、治安維持をするはずの紀東防共自治政府保安隊と現地人学生が突然日本人に牙を向きます。彼らは居留民の家を一軒一軒残らず襲い、家財だけでなく日本人385名中223名以上の命を奪いました。男性はもとより、特に女性や子供に残酷で、残された記録には、鼻に針金を通され、指がなかった子供、女性に対する恐ろしい猟奇的な犯行が綴られ、その惨状は、二目と見れない、見るに耐えない、二項事件以上の光景と表現されました。当時、大陸を取材していたアメリカ人ジャーナリスト、フレデリック・ウィリアムズは、日本人の友人であるかのように振る舞い、警護者のふりをしていた現地兵により行われた日本人男女、子供らの虐殺は、
古代から現代までを見渡して最悪のものとして歴史に記録されるだろうと記しています。無抵抗な、特に女性や子供に対する残酷な行為に日本中が激怒。たとえ非戦闘員であっても捕らえられればどうなるか、日清以降繰り返されるあまりにも日本と違う戦争文化、戦争習慣を日本人は思い知らされました。戦中のアメリカ。1941年1月8日、東条の生きて領袖の恥ずかしめを受けずが訓示され、同年12月8日、連合国との戦争が始まります。1942年、日本人に対する偏見と過激な発言を繰り返す春青提督は、記者を集めた上で、すべての日本人女性が子孫を残せないように手術をすると発言しました。1944年5月22日付、来福紙には、日本兵のドクロを眺める女性が掲載されています。日本人の遺体損壊の例は多く、ルーズベルト大統領は下院議員から人骨で作られたペーパーナイフを贈られ、これを使用していました。1944年8月、日本政府はアメリカに抗議文書を送り、強く非難しています。公然と行われるアメリカの行為は、ローマ法王の知るところとなり、ルーズベルトは使用していたペーパーナイフを返し、適切な葬儀を指示しています。日本兵捕虜については、アメリカの捕虜を取らない方針が散見され、リチャード・オールドリッチは、連合軍将兵の日記から、連合軍将兵は故意に降伏した日本軍将兵を殺害したと研究論文を発表しています。連合国の捕虜となり生還できた人もいた事実から、この戦争は東条が降伏を禁止して民間人の自決を推奨した、日本人は強要されていた、降伏すれば助かったと見聞きしますが、外国の戦争文化を知る当時の日本人の視点でも同じでしょうか。日本兵は玉砕や特攻など命を捧げてまで戦い、非戦闘員は生きて恥ずかしめを受けないために自らの命を絶つ悲劇が多く生まれました。日本人が日独戦のドイツ兵捕虜、日露戦のロシア兵捕虜のような扱いを受けていれば、山形、東条の戦訓に恥ずかしめを受けずの一文はなかったかもしれません。